はい、大志座の皆さんこんばんは。アストロカウンセラーのターラです。いつも動画のご視聴ありがとうございます。今回は11月27日満月から12月13日新月までの流れをタロットで見てみたいと思います。何かしら心地よく過ごせるように何かヒントが得られますようによろしくお願いします。ちょっと今回場所が違って混ぜにくいので事前によく混ぜてあります。大志座さんの2週間。はい、じゃあ一緒に見てみましょう。戦車逆、ワンド9逆、カップ10逆、吊るし人逆、ペンタクルス3、カップ7逆、ペンタクルスのクイーン逆、気をつけることや対策は女教皇とペンタクルスナイト逆とオラクルはジャスティスです。ジャスティスの逆ですね。まずすごく思ったのが、この11月27日の満月っていうのは大志座の皆さんにとってはね、何か自分の価値をもっとはっきりとした確実な自分の価値を構築していきたいみたいな感じがあって、水面下でも努力する覚悟があるし、稼ぐぞとか自分にできることをやっていこうみたいな、そういう深いなんか目標というかね、熱意みたいなのがあるなって感じがしたんです。でもその内側から湧いてくるもっとこうしたいっていう思いとに比べて現実の動きっていうか現実社会での自分の動き方っていうのが何かあんまり動けてないようなそういう自覚があるのかなと思ったんです。本当はもっと動きたいしもっとやりたいんだけどやり方がわからないとか、自分にはまだそんな知識がないとか本当にやり方がわかんないっていう感じかな。なんか準備が整ってないんだみたいな、そんな感じでちょっと行動を止めている、本当はもっと走りたいけど止めているみたいな感じがあります。なんかねちょっと思ったんですけど、やっぱり今できることで今できることしかできないから、そんなあれをやるためにはこれも必要だしあれも必要だしこの勉強もしてとかっていうこの準備とか素材を揃えてからやるっていうよりは、今できることをやろうっていう感覚の方がいいような気がします。いつまでたってもその100% 満足の状態にはなかなかなりえないし、すでにここまでの流れの中で自分に訪れたチャンスってたくさんあるんじゃないかなって思うんですね。嬉しかったこととかなんだかんだ言いながらここまで頑張ってこれたとか、そういう自分の中で何かをちょっと超えて得られた幸せ感みたいなものがあると思うんですよね。なのでもうすでに整っている今の状態でできることがあるっていう感覚で進んでみてください。で現状もまた吊るし人の逆ということで、なんかまだ自分何かが目覚めなければいけないとか、何かをどうにかしなければ動けないんだって思ってらっしゃるかもしれないんですけど、それに対してヒントがやってくるっていう感じがするんですね。ちょっと思考を変えてみるとすぐにできるっていう感じでしょうか。例えばもっと稼ぎたいなと思ってる方が、稼ぐんだったら就職しなきゃいけないとか、就職するにはこういう資格がいるとか、なんか遠回りして考えてるところをいや自分ができることを自分がね提供できることを必要としてる会社はあるはずだって思ってみたらすぐあったみたいな、そんな感じがあるんですね。そしてなんか新しい環境だったりとか、これペンタクスの3なんですけど、新しい環境だったり新しい人たちと関わりながら何かを作っていく、一緒にだから組み立てるっていうよりも、学びながらやっていくっていうことで新しい環境に入っていくのかなっていう感じがするんです。でこれは学びもいいしお仕事でもいいしサークルとかそういうコミュニティとか新しいところに入っていくいろんな人がいるけど、それが楽しいって感じがあるんです。でそこで得られるその刺激がすごく自分にプラスになるみたいなんですね。でその後カップの7の逆ということで、なんとなくモヤモヤしていたことがはっきりするとか、こうしたらいいなとか、ああなったらいいなって漠然としたものに対して、今はこうするんだわみたいな、そういう一つのヒントが得られてはっきりしてそのことをやっていくっていう感じです。ただここでもペンタクスのクイーンの逆とかペンタクスナイトの逆が出ているので、何か長期計画なんでしょうね。おそらく今思ってらっしゃることとか願っていることがそんなすぐにっていうことではなく、長期で考えて
それにようやく携われるかみたいな感じだと思います。でちなみにですが12月13日新月なんですけど、その新月と同時にそこから彗星が逆行しますので、何かこうちょっと勘違いが起きやすかったり、物事が遅れやすかったりっていうのがあるので、できるだけね13日までにいろんなことを整理しておくとか、段取りを決めておく方がいいような気がします。そして一番言われているそのオラクルのメッセージとしてはジャスティスなんですけど、このジャスティスって私から見るとまだ逆位置で、こう物事のバランスを取ろうとしすぎてませんかみたいな感じがあったんですね。でそうね、なんか自分がやりたいことをやるのに対してなんか自分で許可を出してない気がするんですよ。せっかく今すごいいろんな意味でのいい大きなうねりの中にいるお医者さんの皆さんが、変わりたいんだけど変われないとか、変わるんだったらこの保証が必要とかっていう、何かそういうこだわりというかね、いい意味でのこだわりでもあるし、自分を制限する課題を大きくしているこだわりでもあったりするかもしれないんですけど、なんかそういったことに翻弄されて、本来できることを見過ごしてないですかみたいな感じがしたんです。バランスを取ろうとしすぎている。で多少バランスを崩したって今の優先順位はこれなんだっていうことを自分でしっかりと掴んでおけば、なせばなるみたいな感じがあります。っていうのはやっぱりここで女教皇っていうのが出ていて、可能性っていうのは常に2つある。こっちの道もあるし、こっちの道もあるし、どっちに行ったってうまくいくっていうのがあるんですね。ただご自身がどっちの方が安心するのかっていう保証を確認しながら進んでいけるかっていうところだけなので、基本的にはどの道行ったって皆さん自身に考える力があり、作っていく力があり、すでにここまでやってきた自分なんだからできるでしょうみたいな感じがあるので、長期計画でもいいのでね、何かヒント、この2週間の中で自分を縛っていたものっていうものに気がついて、こうそのヒントを得て何か外して焦らずゆっくりと進めていく。こう結果を求めすぎずね、今すぐじゃなくて長期計画の一歩っていうものを進めていくっていう感じがしたので、本当何でもいいと思うんです。なんか本当準備にすごく追われそうな感じがするので、もう今すぐできるっていうふうに思って、今すぐできるはずだと思って一歩進めてみてください。そうすることでうまく次につながるなって感じがします。またね12月中旬ぐらいになるとさらにね飛躍していくみたいな、明るくなっていくエネルギーもあるので、はい、準備必要なんですけど、準備だけにとどまらず一歩を踏み出してほしいなというふうに思いました。ということでこんな感じかな。ちょっともう一枚だけ見させてください。このオラクルのジャスティスね。ソードの5っていうことで、やっぱり何か自分を止めてますよね。これをやったら他の人にはどう思われるのかなとか、自分がやるべきことがあるのにこっちやってたらなんか文句言われないかなとか、そういった後ろめたさとか人の目を気にするっていうのがあるかもしれないんですけど、一番はもう一枚引いてるのがこの女帝なんですけど、自分の喜びのためにやってくださいっていうのがすごくあるんですね。自分が嬉しいとか楽しいとか心地いい、自分が好きってなったら本当にそこからすごくいろんなエネルギーが広がって物事がうまくいくので、誰かの目を気にしたり自分にはまだその資格がないなんて思ってみたりするのはすごくもったいないので、自分を喜ばせるために自分を止めていたもの、自分に許可してなかったものをぜひ取り外して楽しい一歩を踏み出してみてください。はい、ということで今回ここまでにしておきます。次回また12月12日のねライブでぜひお会いしましょう。今回もご視聴ありがとうございました。いい時間になりますように。失礼します。